大阪ブルーオーシャン、宣言というので、プラスチック海洋汚を、止めましょうというね、大阪宣言出してます。こういうのもあって、万博でこれやらんわけにいかんじゃろうなと思って、始めさせていただいて、そこから5年間、5年でございますけれども、紆余曲折して、最後1週間、ゆうえさんよろしくお願いします。人間はやっぱり海から生まれてきている、海から進化してきているので、海を守れなければ人間を守れないんだろうなっていうふうに思います。そして今、いろんなところで戦争が起こっていますが、世界はつながっているので、海を通して海を守ろうっていうことを通して世界が平和になっていけばいいかなっていうふうにも思います。 G1 は2009年に発足した団体で、目的は日本を良くすることが目的です。ダボス会議のようにマルチステークホルダー、さまざまな政治家、財界、学会が集まる場を作って、みんなでどうすれば日本を良くするかを考えようということが始まりました。8年経った今、日本を変えていく動機がまたさらに深まっていって、で海を守るだけではなく、海からの経済活性化で、ここからどうやって海洋経済を発展させていって、全ての人たちが潤っていくような仕組みを作っていくか。物事を変えていくために必要なパーツが全部一つに揃っていて、これをエネルギーに変えて前に押し出すっていうことで突破していくっていう、このプラットフォームという以上のエネルギーというか、これはやっぱり僕 G1 にしかないし、 G1 に最も期待しているところですよね。海がいかに大事かって、もっと本当にそういう歴史的なことからももう一度考え直す必要があるなというのが一つと、防衛費に金かけるのが保守じゃなしに、ちゃんとしたそういう思想的なものを、日本人の良さをきちんと守っていく保守であってほしいな。これまたちょっと願いを込めてそんなふうなことを感じました。What is most important from my view is to have a coordinated and very collaborative strategy from the very global level to the extremely local level. So also regional level, for example, Europe, but then national levels such as Portugal, and then local levels. Save the oceans, feed the world. We recognize that without the oceans, we face a lot of hunger and starvation, which can lead to many problems. It's just such a critical protein. We describe fish as the perfect protein at Oceania. 消費者である僕たちが全く同じサイズの魚を同じ価格で年中欲しいっていうふうにやったら、それはここの海で乱獲したら次の海で乱獲するとかっていうようなシステム、やり方になりますよね。なんかそれの積み重ねだったなと思うので、それを逆に市場の力で、市場がサステナブルな魚を求めたら、生産現場もサステナブルな取り組みをすることに逆にインセンティブがついてくると、モチベーションになってくるという活動。佐渡の水産業、もっとサステナブルな水産業にしたいといったところに取り組んでおります。で、最後締めですけれども、佐渡全体今合言葉持続可能な島づくりといったところを目指しております。弊社が行います鮭、マスの養殖については、卵から親までのすべての段階をコントロールする完全養殖というもので行っておりますので、一切天然資源には影響を与えておりません。そのため、海の環境が変わらない限り持続可能な漁業というふうに言えると考えております。輪島の磯を再生しようと、一つ一つの石を磨いて、海藻が着床しやすい、環境を再生し、佐渡のダイバーと輪島の浜のコラボレーションがスタートし、未来に向けて新しい取り組みを模索しました。サステナブルな海洋環境と資源の保全活用に配慮した飲食メニューをお客様に近い飲食店の立場として提供し続ける、フレンドリーに提供し続けることを通じまして、多くのお客様と共に美味しく楽しく地球に優しい暮らしの実現に継続して尽力していきたいと思います。世界中飛び回ってお寿司を握ってます。ただそのお寿司を握ることによって日本の食の素晴らしさ、あとはその日本の魚の素晴らしさ、漁師さんの素晴らしさ、そういったことにプラス、日本食というのはすごいサステナビリティなんですね。海を守る資金の流れ、これを作ることがですね、持続可能な社会を支える新しい金融の使命の一つであると信じております。
太平洋の島の人たちに、監視をするための船を提供していたり、そういうことは民間財団ができるんですけど、サステイナブルにこれをファイナンスしていかないと、もう我々のできる範囲内だとせいぜい5隻ぐらいですから、20隻必要な時どうするのか、その辺はやはり民間企業があるいは投資家がうまくシステムを作っていってやっていかないと、ここはできなくなります。ブルーエコノミーに関して日本には大きな、機会であるとかオポチュニティがあるかなっていうのもまた事実かなというふうに思っています。海洋面積465万平方キロメートルということで、国土の12倍の大きさがあります。この大きなですね、豊かな海を守りながら有効に活用して経済成長につなげていければですね、これほど素晴らしいことはないんじゃないかなというふうに思います。14番の目標達成に向けたですね、投資とその進捗状況を併記しておりますけれども、1年間に必要な金額というものがこの課題解決にはおおむねですね180ビリオン弱ほど必要と言われておりますが、今のところ過去累計でもですね30ビリオンしか投下されていないと、こうした大規模なギャップが存在しているというのがですね喫緊の課題でございます。東京都練馬区では東京都23区の中で約4割もの農地面積を持つ農業がとっても盛んな地域なんです。今回のインターンシップでは井上さんの講義を受け、イギリスのブルーシーフードガイド作りに参加しました。このガイド作りを通して持続可能なシーフードの選び方やブルーシーフードがもたらす海洋保全への影響についてより深く学びました。日本国内では海外と比べて消費者やマーケットでの意識が低く、認証に価値を感じないことがあります。このため認証を取らない漁業者の方々が多くを占めています。海洋環境を守るということが目標の認証を民間の企業が多額のお金を払って取得してもらっているという現状に水産庁側もおかしいと感じているそうです。そこでしょうがないと満足するのではなく、できるだけ漁業者の方々に負担のかけない認証の取得を目指していきたいとおっしゃっていました。To protect the ocean, we first need to understand the problem it faces. Blue seafood lets us enjoy great tasting fish while protecting the ocean. Sadly, not many people know about MEN. In our school survey, only 12.6% had heard of it, and only 1% cared about certification when buying fish. We suggest 3 things. Number 1, make label easy to find. Supermarket should clearly label certified seafood. ブルーシーフードパートナーを増やすには、若い世代や子どもの関心が必要です。レストランやスーパーでブルーシーフードメニューを楽しんだり買ったりして、皆さんの積極的な行動がとても大切です。富士見のマスコットキャラクターである富士鹿が夜ご飯を作り、写真を掲載して投稿したというものです。ハッシュタグ今日の献立などとつけることで、魚を多く買う可能性のある普段料理をする人の目にも入りやすくなり、もっと多くの人に伝えることができるでしょう。魚に興味を持って自分の好きな魚や有名な魚だけでなく、スーパーに並んでいる見たことのない魚も積極的に食べてみることが持続可能な水産業のために必要だと感じました。スーパーで普段見かけない魚を買ってみることもできます。スーパーでメジャーでない魚が売れなければ、スーパー側も仕入れを断念するため、未利用魚も需要があるということを商品を買うことで伝えるべきだと考えました。1つ目は小学校への出前授業です。小学生のうちから安全で環境に優しい食材を選ぶ大切さを伝える授業を行いたいと考えています。2つ目は学校新聞での情報発信です。最後に3つ目は地域の環境に優しいレストランマップの作成です。私たち高校生には大きな力はないかもしれません。しかし気づくこと、選ぶこと、伝えることはできます。小さな行動の積み重ねが社会を変えるきっかけになると信じて、これからも行動していきたいと思います。
自分たちの普段の食生活が漁業や魚食の将来に大きな影響を与える可能性があることを知り、魚の消費に着目して探求することにしました。そこで私たちは課題解決には家庭科で学んだ食育が活かせるのではないかと考えました。食育というのは生きる上での基本であって、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を送ることができる人間を育てるというものです。4つの厳しい条件のもと献立を作り調理しました。その条件はブルーシーフードを使うこと、練馬区の特産品を使うこと、栄養バランスがいいこと、限られた予算内に1食を作ることです。私たちの献立名は残暑筋肉で吹っ飛ばセットです。私たちが使用したブルーシーフードは2つあります。2つ目はわかめです。わかめは海藻の代表格。日本では定番のブルーシーフードですね。4品目はナスのすっきりごま味噌和えです。この料理はカツオのうまみが引き立つように、柔らかいナスに甘い風味がありカルシウムを多く含むごま、コクがあり後味もある味噌を使用しました。献立名は海鮮たっぷり洋風ディナー、つや髪つや肌でスキピのハートを射止めたいです。私たちはこの献立を髪質や肌質に悩む10代20代の男女にお勧めしたいです。主催のヨーグルトでしっとりタイグリルはヨーグルトを使ってしっとりとした食感を生み出しつつ、レモン汁を用いて酸味を引き立てました。スープはタイの洋風トマトあら汁です。このスープは私たちの学校の校長先生と理事長先生に好評で、私たちの一押しレシピです。このガイドには英国大使館の皇帝専属シェフフレデリック・ウォルター氏が考案したおいしいレシピも掲載されています。今回初めてこのように、ブルーシーフードガイド英国版が発表できることになりました。非常に美味しい大西洋タラ、アトランティックサーモン、大西洋ニシン、ヨーロッパロブスター、ヨーロッパイチョウガニが今回ブルーシーフードとして合格した優秀な魚たちです。And it's about spring bringing hope, but also renewal and rebirth. And it's about breaking through with new and innovative and creative ideas. And it's about also breaking the ice to make sure that nations who especially share coastlines or waters are collaborating in the most innovative and creative ways to sustain and to drive common solutions to the Sustainable Development Goals. And we're proud to do it with the UK and the US, but we have launched it in 2022. What's very unique from a perspective about the IU Fishing Action Alliance is it's a coalition, but not just government to government or civil society to civil society. So we're all in this together, I think including potentially industry leaders, and we're working together. And I'm told it's unique as it's the only global group dedicated solely to tackling IU fishing. So we're all stakeholders are there together. 東京の漁業の中心は、伊豆小笠原諸島で、実に東京の水産業の約9割以上ですね、9割以上が島で生産されています。特にこの中でメカジキ、それからハマダイ、この辺りが東京、特有のといいますか、かなり東京でたくさん取れる魚でしたので、こういったものが、当初の、ノミネートとして、ブルーシーフードガイド2022年に、紹介されました。で京都府漁業の生産量ですけれども、ご覧の通りですね、1990年代から比べると今はもう激減しております。それが一つにはそのマイワシですね、これが以前は多かったのがもうほとんど取れなくなっているというところでございますが、一方ではサワラとかクロマグロとか海洋環境の変化に伴って取れる魚種も変わってきていると。町の公共施設にある自動販売機にペットボトルを1本も置かないようにしよう。つまり図書館とか役場はいいんですけども、例えば運動公園とか
そういう汗かく場所にもペットボトルやめてしまおうというふうにですね、一切販売をやめてしまいました。皆さんがマイボトル、マイタンブラーを持つことで十分クリアできる時代になったなというふうに思います。消費者と生産者両者がですね、意見交換したりするような場を作っています。このシンポジウムでは、専門家の方や町内の事業者のお店の方をですねお招きして、専門的な知識だったり、日頃の暮らしのエシカルなヒントをですね、聞けるような、そういったお話をしていただいております。環境変化の状況をそういう科学技術でどのように乗り越えていけるのかっていうところを注力しながらやっていこうというふうにしておりまして、そういった取り組みをですね、いろんな世界の方のネットワークをお持ちでありますので、そういう方とも一緒にコラボしながら作り上げていきたいなというふうに思っております。主な取り組みとしては3つございます。1つ目がサステナブルシーフードをリストアップしているブルーシーフードガイド。2つ目がスポーツ、主にセーリングイベントなどで使われるサステナビリティの基準を設けているクリーンレガッタ。そして3つ目がケルプといいまして、子ども向けに開発された海洋教育教材の提供になります。Y7、Y20 というところには、この20カ国から同じようにですね、ユース団体が代表団を派遣して、さまざまな政策の議論を1週間程度、その開催地で行って、最終日には、G20、G7 のですね、首脳陣の方に提言を主講するということをやっております。アメリカを中心にあまり環境を目的にしたファンド、あるいは投資、あるいは補助金、こういうものが全部カットされている中で、どういうふうにその海洋問題、あるいはもっと広く言うと環境問題について考えていけばいいんでしょうか。豊かな海をどう維持していくのかっていうのはすごくこの関心を持ってきましたし、で単にきれいにするんではなくて、自然の状態にできるだけ近い栄養塩の状態にしようといって瀬戸内海特別措置法みたいなことを作ったこともあるんですね。自然になかなか分解されない永久化学物質、そういったものへの依存を脱却していくためにどういったことができるかというところで、私たちが考えていたのは、こういったものを明日やめようと思ってもなかなか簡単にはいかないということで、これを段階的に廃止に向けてより環境にいいものを使っていくために戦略策定をしていくべきだと。海洋資源の管理というところにフォーカスが当たっています。お魚というのは石油のようなエネルギーに同じく資源となっています。その資源をどうやってきちんと管理していくか、そういったところの政策提言がディスカッションされました。細胞を凍結保存しておくことができるんですね。なので、毎回動物から取る必要がなく、海洋資源に依存せずに、最終的には半永久的にこのストックしてある凍結保存の細胞から食料生産、シーフード生産をすることができるという、新しい産業になっています。特にどんな分野で活用しているかというと、給食でブルーシーフード、つまり持続可能な漁業からよって取られた魚、魚介類を使っていこうということの取り組みを進めています。20カ国集まってすごく大変だなって思ったのが、やはり本当にアラブ諸国だったりとか、アメリカだとか、西洋側ですね、本当に多様なバックグラウンドを持った人たちが集まって最終的に5日間議論するんですけれども、最終日に合意形成をするっていう中で、かなり感情的なトピックもディスカッションされました。That we be able to work together across nations. So action within a country is important, but international action is also really, really important. And I've seen the emergence of a lot of new activity at the international scale, some of it through United Nations organizations and some of it outside those organizations. I think the main reason for looking at Japan was, well, there are many, but there are a few that I think stand out. Japan is a maritime nation. It's an island nation that has a deep historical and cultural connection to the ocean. And it's the third largest economy in the world. The ocean conversation should be here. みんなが集まって望ましい海を実現するために、海っていうのは世界に1個しかないですからね。地球上に海は1つだけです。この海の持続可能な利用を科学に基づいて実現するための方法をみんなで考えています。幅広い多様な、ジェネレーション、あるいは幅広い分野の人々に
このアジェンダをしっかりと理解していただくという、そういうソーシャルムーブメントのステージに入ってきた。女性の視点、女性から見た海というものは、実は我々は知らなかった中で、相当ね、海の未来のことを考える上ではすごく重要な役割だなと。今日はさらに学びを深めて、災害とこの気象天気のですね、このデータの活用ということを人々の命を守るために、防災を守るためにもっと深めていかなくてはならないな。気候環境の変動を考えるということは、私たち、そして私たち以外の海の生き物、陸の生き物の命を考えることでもあるし、ひいては私たちが作り出す芸術活動、文化活動にも大きな影響を与えているということになります。ブルーオーシャンドームの最後の週のリスポンシビリティを見事に担っていただいたこのリーダーシップに感謝申し上げます。ありがとうございました。最終のセッションでオーシャン&ビヨンドの答えの一つに Hope という言葉をいただきました。海は人類共通の財産です。このブルーオーシャンドームでの議論を通して、この先の未来に何をするか、それぞれに理解が深まってきたのではないでしょうか。万博は、ブルーオーシャンドームはこれをもって幕を閉じますけれども、私たちの未来はここから続きます。ここに全国各地から世界中から集まって議論を尽くしてきた多くの皆様と、この先も未来の海を描いていけますように、私どもセーラーズ・フォー・ザ・シー日本支局は全力で進んでまいります。